こんにちは、メガネチャンネルです。今回の動画は僕が新しく作ったキャラクターアニメーターの新キャラクター、このキャラクターの仕組みを公開したいと思います。今日の内容は主にキャラクターアニメーターのヘッドターナーという機能とパララックスという機能の説明になります。まずね、今回の僕のパペットはキャラクターアニメーター第一人者の OK 侍さんの公開したこちらの動画を参考に作っています。英語の動画なので日本語で知りたいという人もいるかなと思いましたので解説しようと思いました。いや本当 OK 侍さんの動画はキャラクターアニメーター使う上でね、いつも参考にさせてもらっています。僕も英語わからないので何度も繰り返し見ながら勉強しています。では行きましょう。ヘッドターナーはあらかじめ角度をつけた顔のデータを用意してモーションに合わせて顔の角度を切り替える作り方です。ヘッドフォルダの中に正面フロンタルですね、右側面ライトクォーター、左側面レフトクォーターのフォルダを作ります。じゃあ実際にヘッドのフォルダの中を開いてみますね。まず基本となる正面ですね、フロンタルを開いてみます。このフェイスのバックグラウンドというのが輪郭としてあって、で髪の毛のベースがあります。で髪の毛の毛先が全部消えてるんですけど、これは全部このプロップスというフォルダの中に入れていて、こんな感じですね。あと眉毛ですね、左眉と右眉、鼻と眼鏡は同じファイルに入れてまとめて作っちゃってますね。あと右目と左目です。あとは口ですね。もう口はセオリー通り全部で14種類口の形をデザインしています。というのが一つの顔のパーツになります。で、これと全く同じ仕組みで、例えば今度はじゃあライト、これを開くと右に向いている顔の形になってますね。で、レフトは基本ライトクォーターのコピーでいいんですけど、でも髪型をやっぱりこう顔を動かして角度つけたい場合、髪型をしっかり反転させて逆向きにしておく必要がありますね。僕の場合は正面の時点でこういう髪型なので、右を向いたらこんな感じなんですけど、これ左を向いたらちょっと逆向きになるようなイメージで作ってます。で、今度はタグの中見てみましょう。ここでね、顔の中のパーツは通常通り全部タグ付けを行ってください。正面だけじゃなくてレフトクォーターもライトクォーターもそれぞれの中にある眉毛とか目玉とか口とか全部タグ付けをしっかりしておいてください。で、まずはこのヘッド、大元となるヘッドのフォルダを選んで、こちらの顔ですね、顔のタグを入れます。で、正面フロンタル、この正面のフォルダを選択して、ここですね、この正面、このタグを入れておきます。同様にライト、右向きですね。これね、ちょっと不思議なのが、例えばキャラクターアニメーターってこちら側の腕を右腕と呼んでるんですよね。右肩、右肘って出ますよね。でも顔の向きに関しては左向きになるんですよね。これちょっと不思議な仕様ですね。まあいいや。なので顔を向かって左に向けたいので、はい、向かって左に向いているので、この左向きの斜めのタグを入れます。同様に、僕はレフトクォーターと名前を付けましたけど、これは向かって右を向いてますので、
こちらですね、右向きのタグを入れておきます。で、僕は今回作ってないですけど、さらに横向きの右側面、あと左側面というタグを入れることもできるし、上向き上方、下向き下方のフェイスターナーを入れることもできます。でもこれ全部顔のパーツ作るのってなかなか大変ですよね。はい、では実際に録画の画面に切り替えて見てみます。はい、それではヘッドターナーで右側面と左側面作りましたので、実際にどうなるのか見てみましょう。自分がカメラで右を向くとキャラクターも同期して右を向いてくれたり左を向いてくれたりするわけですね。顔の向きを自分で動かしながら、それにモーションが追随して頭のパーツを切り替えてくれてるわけですね。で、全てのパーツにタグを指定しているので、例えば瞬きとかも横を向いた状態でちゃんと瞬きをしますし、キャラクターもこのような感じでどの向きになってもしっかり喋らせることもできます。はい、これがヘッドターナーですね。今度はパララックスで顔の角度をつける作り方を説明してみたいと思います。この画面が先ほどとは違ってパララックス用のキャラクターの Photoshop の画面ですね。じゃあレイヤーをちょっと見ていきましょう。まずですね、ヘッド、これを開いてみます。そうするとこんなような感じになるんですが、ただね、ちょっと特殊な作り方になってますね。まず僕はメガネをかけているので、メガネだけのレイヤーというのが一つ独立して存在してます。あと鼻ですね、鼻の形で、左眉右眉は全く同じ、フォルダの中身も全く一緒です。右目左目も同様に全く同じパーツになってます。この辺の作り方は先ほどと変わりません。で、あと僕顔の中のパーツとしてはね、ほっぺに赤丸があるので、このほっぺの赤丸だけ別なレイヤーになってますね。で、先ほどと決定的な違いはですね、僕さっきは髪型のフォルダを作ってですね、その髪型の中に髪のパーツを入れていたんですが、それをもうそのまま直に入れちゃってます。で、髪の毛に関しては先ほどのヘッドターナーとは全く違う作り方をしていて、ちょっとお見せしますね。髪の毛を消しちゃうとね、こんな感じなんですよ。バックグラウンドから説明しますね。先ほどのヘッドターナーでは一つのレイヤーだったんですけど、フォルダになってます。このバックグラウンドの中には、まずフェイスバックグラウンド、顔の輪郭ですね。このベースというのは髪型ですね。髪型のベースとなるもの。あと、これはまた後で説明しますけど、シャドウマスクというのを入れてます。影がね、立体的に描写できるようなレイヤーを一つ用意してあります。これがね、バックグラウンドセットなんですね。顔の輪郭が入っているフォルダです。で、このフォルダに重ねるように髪型を1から11個の髪型に分けました。ちょっとずつ表示していきますね。こんな感じ。こんな感じですね。レイヤーを重ねるようにしてですね、全部の基本的に跳ねてる部分の髪の毛を全部別レイヤーにして重ねています。あと先ほどなかったんですけどね、この汗のレイヤーを作って、瞬きと一緒でサイクルレイヤーで汗がちょっとずつこう変形しながら、ちょっと動きながらね、パラパラ漫画風に汗を表現できるようにしてみました。これがですね、パララックス用の Photoshop のレイヤーの構造になります。じゃあまずレイヤーの構造をね、もう一度キャラクターアニメーターの方で確認してみましょう。特にですね、この王冠のマークがついているところ、しっかりチェックをしておいてください。この王冠のマークは何かというと、
独立して動かしたいものにこの王冠のマークをつけます。上から見ると、まずキャラクターそのもののフォルダに王冠のマークをつけておきます。で、僕の場合はメガネ、鼻、左眉、右眉、左目の中の瞳、右目と右目の中の瞳、あとほっぺ、あとレイヤーに分けた髪型ですね、毛先すべて、あと口ですね、あとバックグラウンドのフォルダで、その中のシャドウマスクという名前のこの影をつけているパーツですね。あと左耳と右耳になります。これを実際に録画の画面で見てみましょう。今キャラクターが普通に動いてると思います。で、顔を動かすとですね、この顔のモーションの動きに合わせて顔の中のパーツも動いてるのが分かりますかね。眉毛と目と鼻と口が動いてるのが分かると思います。これがパララックスなんですね。画面の右側にあるこのビヘイビアを開いて、この顔の中を見てみましょう。顔の設定の中にパララックスの強度というのがあります。ここを今310にしてますね。なので結構激しく顔の中で顔のパーツが動くような形なんですね。これを0にすると顔のパーツは全く動かなくなります。僕はね、今までこの設定でやってたんですね。パララックスっていうのは逆に顔がなんか変形しちゃって嫌だなってちょっと思ってたんですよね。顔は動かさずに使ってました。で、ここの数字の強さで顔の中のパーツの動く加減を決めることができるんですね。で、さっきの310に戻しますけど、こう顔の中のパーツが動くことで疑似的に 3D で顔が立体的に動いているように見せるっていう技なんですよね。ただパララックスで動くのはあくまでも顔の中のパーツだけなので、例えば僕で言うと髪型とメガネと鼻と耳っていうのは全く動かないんですよね。だから立体的には見えないんですよね。これを解決するのが今回の作り方なんですね。じゃあ設定をしていきます。はい、次の作業はですね、先ほど顔の中のパーツはパララックスで動かすことができたんですけれども、メガネとか、あとはほっぺの赤い丸とか髪型とか耳っていうのはパララックスでは動かせないですね。なのでここでそれを動くように指定していきたいと思います。メガネとほっぺ、あと髪型すべて、あとバックグラウンドの中のシャドウマスク、あと耳、はい、以上を選択しました。今選択したものは先ほどパララックスでは動かせなかったものなんですよね。はい。これを次にどうするかというと、タグで顔のタグを入れます。今選んだすべてに顔のタグの指定をしてあげるんですね。で、さらにビヘイビアを追加します。ここで顔のビヘイビアを入れます。はい、今選択したすべてのものに顔のビヘイビアが入りました。すごくなんか複雑な画面になっちゃいましたね。で、選択を一旦解除します。独立したパーツですので、このハンドルの位置をちょっと微調整していきます。例えばメガネであればちょっと上の方とかね。はい。ほっぺはまあ大体これぐらいでいいかな。髪型は一個一個の髪型それぞれの大体根元あたりにこのハンドルを持ってくるといいと思います。マスク、シャドウマスクはこの辺ですかね。こう被らないようにね、この辺にしておきます。耳もですね、耳はこれ実は見えないですけど、
ちょっと後ろに隠れる形でね、少し大きめに作ってあります。耳もこの輪郭のちょうど輪郭のあたりにハンドルを入れておきましょう。はい、できました。でこの状態で録画の画面に移ります。どうですかね、わかりますか？さっき動かなかった髪の毛とメガネと顔のほっぺの赤い丸動いてるの分かりますか？あと耳も動いてますね。右上の四角が邪魔なのでマスク先にかけちゃいましょうか。マスクはねすごい簡単で、この顔の輪郭、この形でマスクをかけたいんですよね。なのでその上にマスクをかけたい影の部分というのを作っておいて、メニューバーのパペットの中の下から2つ目ですね、クリッピングマスクを作成を選ぶだけで、はい、この下の輪郭の形に今マスクがかかりました。はみ出た部分はねこれで消えて、ちょうど影がねこう側面を向くと影がちょっとこう大きめに出てくるみたいなね、こんな感じの設定ができました。はい、当然まだね全然動くようにはなったけど立体的には見えません。まあ当然ですね。これはね微調整をしていくことでね直すことができます。顔のパララックス自体はこれは好みですけどね、僕はだいたい300ぐらいにしておきたいと思います。パララックス300に合わせて今設定したそれぞれの動くパーツの動き方をね決めていく必要があるかな。でちなみに顔の位置の強度、この頭を動かした時の傾き加減ですね、これも好みになるかなと思います。あんまり激しくしちゃうとねかなり動いちゃうので、僕の場合は100以下 70% ぐらいにねしてます。でこのパララックスを使うやり方の場合はね、頭のスケールの強度っていうのは必ずゼロにしておくのがいいと思います。ここを大きめにしてしまうとね、こう顔の大きさが極端にこう変わってしまいますので、スケールはゼロにしておくのをお勧めします。ではですね、じゃあまずメガネから設定してみましょうか。はい。このメガネのパーツは顔のタグ指定をしているので、顔と同じ設定ができるんですね。で、同様に顔のスケールの強度は0にしておきます。顔の位置の強度は顔と同じ70にしておきます。顔の傾きとパララックスも0にしておきましょう。これでメガネだけちょっと見てもらいたいんですけど、少し顔の中の目とか眉毛と同じような動きをしてくるようになったの分かりますかね。基本的にこれから一つ一つね設定していきますけど、頭のスケールの強度、頭の傾きの強度、パララックスの強度、これは基本0にしておきます。で、顔の位置の強度の数値をこまめにパーツごとに調整することで顔に追従するね動きを作り出すことができます。だからメガネだけちょっと顔のパーツよりも先に動いちゃってるなと思ったら、顔で設定している70よりもちょっと小さめに設定してあげると、メガネの動きが若干遅くなったりね、動きが小さくなったりします。この調子で、顔のほっぺも変えてみましょう。頭の位置はじゃあ60、メガネと同じようにしときましょうか。スケールは0、傾きも0、パララックスも0。はい、ほっぺどうですかね。ちょっと動きが合ってきたかな。なんかね、ここの微調整をすることでね、本当に少しキャラクターが
疑似的に 3D に見えるようになってくるんですよね、だんだん。はい、ではこの調子で他にまだ設定ができてない各パーツの数値の設定をしていきたいと思います。じゃあ次はね、影からいこうか。この顔の輪郭にマスクがかかった影がありますよね。これ向かって左にこう向くとですね、影が結構大きく出てきちゃいますよね。あと影がなんかこうガタガタ動いてるのも気になりますよね。なので頭の位置、これはじゃあ顔と同じ60にしてみましょうか。スケール、大きさはもう0ですね。大きさの変化はなし。傾きの変化もなし。パララックスもなし。頭と同じ60。顔の位置の強度の数値のコントロールだけでね、大丈夫です。どうでしょうか。メガネとだいたい合ってきた感じですね。でもなんかずっと同じメガネと同じように動いてるんでくっついちゃって見えますよね。こんなに影は動かなくていいかな。じゃあもうちょっと数値を減らしてみましょうか。位置の強度を 10% 減らしてみました。あんま変わんないか。もうちょっと減らしましょうか。この頭の影の部分の位置の強度を 10%、 あんまりそんなに広げないようにしました。最低限。これでちょっとね、影の動きは、ゆっくりになって、そんなに大げさにね、影が動かなくなってるのがわかるかなと思います。じゃあ次はですね、耳を先にやろうかな。右耳と左耳なんですけど、耳はですね、これちょっと見てください。僕が向かって左を向くと、左側にある耳が大きくなって右側にある耳が小さくなっちゃってるの分かりますか？これ不自然ですよね。本当だったらこう左を向いたら今左側にある耳は隠れるはずなので小さくなりますよね。で右側にある耳は手前に来るので大きくなるはずですよね。この動き逆なんですよね。だからまずスケールと傾き、パララックスは0にして、この位置ですね。今100になってますけど、これをマイナス100と入れます。そうすると、もう一個やってみましょう。右耳だけじゃなくて左耳もね、同じく頭の位置の強度をマイナス100。はい、これで実際に見てみましょう。どうですか？ほら、耳が顔の向こうに隠れたり出てきたり、動きが変わりましたよね。このね、耳の動きが変わるだけで随分立体的に見えるんですよね。ちゃんとキャラクターが左向いたら左側の耳は奥に引っ込んで、手前の右側の耳がね手前に出てくるような感じになりました。はい、今マイナス100と入れましたけど、耳の動き方を見てね、こんなに激しく動かなくていいなと思ったら100よりね小さい数字でも大丈夫です。マイナス60とかでも大丈夫かな。はい、ちょっと緩やかになりましたね。これぐらいがいいのかな。じゃあ今度は髪の毛ですね。僕数が多くて大変なんですけど、1個ずつ設定していきたいと思います。で、髪の毛の場合はですね、耳と一緒で顔の右側にある髪の毛はプラスの数字で、位置の強度を決めていっていいんですけど、左側にあるパーツは位置の強度はね、この耳と一緒でマイナス指定してあげることで、ちょっと複雑な髪の毛もね立体感の表現ができます。はい、じゃあですね、髪型の1から1、2、3、4、5、1から5は比較的左側にあるので、
位置の強度の設定をマイナス設定にしてみますね。1から5。スケールと傾きとパララックスはもう0です。マイナスじゃあ60にしてみましょうか。1から5ですね。1から5を同じ設定にしていきます。マイナス60。これ唯一難点なのはね、すべてのパーツを顔のタグをつけてるので、全部顔扱いで操作しなきゃいけないんですよね。だからパーツごとにね、項目が増えちゃうっていうのが唯一手間というか面倒なところですね。はい、髪の毛の5番まで、マイナス設定ができました。じゃあ今度はですね、5番以降は顔の右半分にありますので、プラスの設定でいきたいと思います。じゃあプラスの60。髪の毛が多くて大変だ。皆さんはね、こんなに髪の毛作らない方がいいと思いますよ。もうちょっとうまくまとめてですね、パーツがあんまり増えすぎないようにね、するといいと思います。キャラクターアニメーターってこういう作業をしてるときほんと地味ですよね。まあでもうまくね動いたときはすごい感動するんですけどね。はい、できました。じゃあちょっとキャラクター見てみましょう。動いてみます。どうですかね。向かって左側の髪の毛が動きがちょっと異なってるの分かりますか？もうちょっと動かしてあげてもいいのかな。まあ、でもこれで随分立体感出たように見えませんか？横を向くとね、本当に顔がちょっと立体的に動いてる感じがするかなと思います。はい、それではヘッドターナーとパララックスいかがだったでしょうか？すごい長い動画になっちゃいました。概要欄に目次をつけておきますので、ピンポイントで必要なところだけね見ていただけるようにしておきたいと思います。この2つの機能は必須というわけではないんですけど、キャラクターの動きにもう少しバリエーションをつけたいなっていう方とか、キャラクターの存在感をもうちょっと出したいななんていう方にはね、とてもおすすめの2つの機能になります。僕もまだまだキャラクターアニメーター勉強中ですので、みんなで一緒に頑張っていきましょう。はい、それでは今日の動画は以上です。よろしかったら高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。